ロードバイクはコスパ命。どうもこんにちは、コスパチャンネルです。本日は見た目がかっこいい黒森ロードバイクランキングトップ5を紹介したいと思います。ロードバイクを買った後で長く使えるかどうか、それを決めるために一番重要な要素、それはシンプルに見た目です。僕はいつもコスパとスペックと価格を重視していますが、どれだけお得に買ったとしてもその気持ちが長続きしなければ何の意味もありません。それよりもむしろ買うときは多少高いんですけど、心を震わせるほど美しいものとか、自分の中で本気で欲しいって思ったものって長く使いこなせると思うんですよね。実は長い目で見て本当にコスパがいいものって、ある意味では見た目が気に入ったものを買うこと、これなのかもしれません。今回は完全に独断と偏見、僕がかっこいいと思った黒森ロードバイクを勝手にランキング形式で紹介したいと思います。今ロードバイク買いたいと思ってる人、参考になると思いますので、ぜひとも最後までご覧ください。それでは早速いってみましょう。見た目がかっこいい黒森ロードバイクランキング第5位。第5位はコルナゴのマスターですね。今の時代どのバイクでも必ずと言っていいほどトップチューブがスローピングしているデザインがほとんどになってきましたよね。そんな中、このコルナゴマスターのトップチューブ、綺麗に水平に伸びてます。これぞホリゾンタル。そして画像では全然わからないと思うんですけど、コルナゴマスターの面白いところってね、実はパイプの形がね、丸じゃないんですよ。普通ね、黒森とかそもそも鉄のパイプって断面が丸の形状になっているのが普通だと思うんですけど、こちらのマスターに関しては断面が星のような形状となっています。これをコルナゴとしてはジルコって呼んでるんですけど、このジルコ形状にすることによってフレーム自体にも剛性が高くなるという特徴があります。普通はね、黒森ロードって柔らかい乗り心地のものが多いんですけど、コルナゴの場合は逆、黒森ロードなのに硬めの乗り心地になります。僕も実際ね、このマスター実物を見に行って試乗もしてみたんですけど、確かにパナソニックとかの黒森よりもちょっと硬い印象を受けました。合成を突き詰めるとかね、早く走りたい方向に持ってくんだったら、黒森よりもむしろカーボンとか最新技術の方向に行っちゃった方が絶対合理的だと思うんですけど、ジルコの魅力は合成というかね、やっぱり見た目の美しさだと思うんですよね。単純に断面を丸の形状にするんじゃなくて、デコボコとした形状にすることによって立体感も感じられるので、実際触ってみるとね、かなり高級感があります。それにね、こういったディティールなんかもね、非常にコルナゴが凝ってて、もう見るからにいいもの感で溢れている。コルナゴマスターからはものづくりに対するこだわりを隅々まで感じることができるんです。はい、以上第5位はコルナゴマスターの紹介でした。続いていきましょう。見た目がかっこいい黒森ロードバイクランキング第4位。第4位はデローザのコラムですね。アバンギャルドな雰囲気がおしゃれすぎる。見てください、ここ。フォークとシートチューブのこの部分。デローザのロゴの文字がバラバラに散らばったようなモノグラムがすごくアイコニックで特徴的。この部分がね、本当に可愛らしいんですよね。で、何がそんなにおしゃれに感じたかって、これがね、黒のフレームをベースに差し色的な感じでモノグラムが刺してあるのがいいなと思ったんですよ。このモノグラムがね、もしも前面にデザインされていたとしたら相当派手だと思います。でも逆にただ真っ黒っていうのも悪くはないけど味気ない。ベースのデザインは真っ黒のフレームに対して差し色的な感じでモノグラムを入れる。このバランスがね、絶妙にかっこいい。ブランドで例えるならコムデ・ギャルソンがイメージにぴったりなぐらい唯一無二のデザインセンス。間違いなくデローザのデザイナーの中には川久保玲先生のような天才がいます。本当にセンスがいい。もうパッと見ただけでなんか可愛い。心の底から直感的に欲しいと思わせてくれるようなデザインってロードバイクの世界になかなかないんですけど、デローザのバイクにはそういう魅力があります。こういうお気に入りのバイクを手に入れれば、ただそれだけで毎日を楽しくしてくれる、そういった魅力を持っていると思います。はい、以上第4位はデローザのコラムの紹介でした。続いていきましょう。見た目がかっこいい黒森ロードバイクランキング第3位。第3位はサーリーのミッドナイトスペシャルですね。自転車業界のジムニー。このバイクを一言で表すのならば、ギアという言葉が一番しっくりきます。先ほど紹介してきた2台が愛車と呼ぶのにふさわしければ、このバイクは道具と呼ぶのにふさわしい。ミッドナイトスペシャルは本当にタフなやつなんですよ。タイヤサイズは 700C だったら 42C の太さのタイヤまでいきますし、 650B だったらね、なんと 50C というめちゃくちゃ太いタイヤも履くことができます。ダボ穴はダウンチューブ裏、フォークに2箇所、泥よけフェンダー用とかそこら中にねダボ穴ついてるんで、前かごつけてみたり、コーヒー用の水とかテントとかいろんな装備をねつけて乗ることができます。ミッドナイトスペシャルにいろんなギアを積んで林道に突っ込んでみたからこそ感じられる非日常的なライドをしてみたり、川沿いに突っ込んで誰もいない自分だけのお気に入りの場所を見つけたり、その場所でまったりと大自然の中でコーヒーを飲んでみたり、僕もつい最近グラベル始めたんですけど、こういう道にね突っ込んでみると、小学生の頃
近所の裏山で遊んでいたあの感情を呼び起こしてくれるんです。サーリーはこういう場所が一番似合う。そしてさらにサーリーはただ何も装備してないプレーンな状態。これはね、まだ不完全なんですよ。言うなればセル第一形態と一緒です。これではね、まだ見た目が微妙なんです。でもこれにフレームバッグとかサドルバッグ、ツールケース、こういったね、ギア類をフル装備してみてください。突然タフで男前になります。こういう状態が一番かっこいい姿。まさにセル完全体。で、ミッドナイトスペシャルのいいところは、かっこいいだけでなくて、値段もね、結構お手頃なんですよ。フレームセットで13万5千円ぐらいと、割と黒森ロードの中では結構手軽に買えてしまうし、デザイン的にも武骨なんで、多少汚れたり傷ついたりしても、それほど気兼ねなく、いっかぐらいで乗れてしまいます。フレームにお金をかけすぎるよりも、ギアにお金をかけてライドを楽しむ。男らしく武骨で気兼ねなく、ちょっと傷ついたぐらいがかっこいい。そして旅に集中したい人、ミッドナイトスペシャルめちゃくちゃおすすめです。はい。以上第3位はサーリーのミッドナイトスペシャルの紹介でした。続いていきましょう。見た目がかっこいい黒森ロードバイクランキング第2位。第2位はトマジーニのシンテシーですね。色気ムンムンバイク。ロードバイクといえばフルカーボンフレームにデュラエース、電動変速、カーボンディープリムホイールなど200万円もね払えば欲しいスペックは何でも手に入ります。でもただ一つお金では買えない。そしてスペック表にも載せられない。だけどめちゃくちゃ満足度を上げてくれる要素があります。それが色気。トマジーニシンテシーには唯一無二の価値である色気が漏れなくついてきます。このシンテシーというバイクなんですけど、もしかすると一度は見たことある人も多いんじゃないでしょうか。そうなんです。テレビ番組日本横断心旅で俳優の日野翔平さんが番組内で乗られていて一躍有名になったバイク、それがトマジーニのシンテシーになります。通称チャリオですね。心旅の番組内で日野さんはこのチャリに乗りながら日本中のいろんなところを走ります。まだ走ったことのない知らない道を走って綺麗な景色を眺めたり、知らない人に話しかけてみたり、うまいもの食ったり、もうめちゃくちゃ楽しそう。この日野さんがね、すごいいいキャラしてて、見ず知らずの人にガンガン声かけていく割にすぐ仲良くなっていくんですよね。かみさん飯作ってよ。5人だから適当に分けるから。お粥作って。あとできたらお汁もな。その後風呂。一緒に入ろう。それだけの発言を聞いてると初対面の女性相手になかなかやばいこと言ってると思うんですよね。でも映像で見てみるとなんか自然。日野さんだったらなんか許せる。そのぐらいね、この人全然嫌味がないんです。そして何が楽しそうって、日野さん自身はもちろんなんですけど、この日野さんに出会った人、みんないい笑顔してるんですよね。人間関係のしがらみとか、損得感情とか、ひがみみたいな、そういうのは一切ない。もう素の笑顔が自然と出てるんです。もちろんね、有名な俳優さんなので、有名人効果はある程度あると思うんですけど、それ以上にね、日野さんの話し方とか、立ち振る舞いとか、仕草とか表情とかね、この人には色気があるんですよ。70歳を過ぎた今でも、日野さんの色気に周りの人は魅了されていくんです。その色男が乗っているバイク、それがこのトマジーニシンテシーなんですよ。いや、マジで似合いすぎる。もうシンテシー見て、最新技術何一つ使ってない。最新の工業製品と違って、未だにね、ペイントもちょっとずれてて、ミリ単位で合ってない。でもこのハンドメイド独特の人の手で手間暇かけて作られたんだろうなって思える造形には、なんか心惹かれますよね。日野さんのようなかっこいい、色気のある男になりたい。いろんなところを走ってうまいもんを食べ歩きたい。70歳を超えても、まだロードバイクって乗れるんだ。そうやって僕たちサイクリストの将来を日野さんは走ってるんです。この明るい未来を見せてくれてるんですよ。20年後のカツオチャンネルさんはきっとこうなるでしょう。ぜひね、一度心旅見ていただきたいです。まさか自分がね、NHK の宣伝をするとは思いもしませんでしたが、NHK オンデマンドだったら月額990円で過去分を見ることができます。この番組はね、NHK でも面白いので、興味ある人ぜひとも見てみてください。はい。以上、第2位はトマジーニのシンテシーの紹介でした。最後、第1位の紹介です。ただその前にお知らせさせてください。このチャンネルでは普段、ロードバイクに関するコスパのいい商品の紹介や、ロードバイクのパーツを安く買う方法、またチャンネル登録いただくと Amazon タイムセール情報の通知を受け取れたりします。この動画がいいなと思った方だけでいいので、チャンネル登録、コメントしていただけると大変嬉しいです。それではお待たせしました。最後、第1位の紹介です。見た目がかっこいい黒森ロードバイクランキング第1位。第1位はサフロンフレームワークスですね。乗れるアート。ルーブル美術館に飾れるレベルで美しい。例えば見てください。このデザイン。めちゃくちゃおしゃれじゃないですか。
フレームカラーは黄色、水色、白、赤、ピンクの合計5色も色を使ってるんですけど、なんか全然嫌な感じがしない。普通ね、こんだけ色を使ってると主張が強すぎてちょっとね、嫌味な感じ出ちゃうんですけど、サフロンの場合は違います。サフロンのメーカーロゴ自体も文字サイズは結構大きいんですよ。ですがフォントといい真っ黒ではなく、わずかにグレーっぽくすることで主張を抑えてます。このミニマルさがかっこいい。そしてよく見てみると、フレームだけでなくてステムやシートポストにも同系色のペイントが施されています。普通はね、ステムとかシートポストってフレームメーカーじゃなくて他社品のものなので真っ黒っていう場合が多いじゃないですか。でもサフロンの場合はこの辺にもカラーリングをしてあるんですね。そしてこちらダレンというモデル、先ほど紹介したモデルと違って今度はグラデーションです。こちらのペイントカラーも色がたくさん使われています。緑、水色、ピンク、黄色、白、パッと見ただけで5色は最低限使ってますね。グラデーションペイントって色を何色も用意しないといけないのでめちゃくちゃ手間かかると思うんですけど、サフロンだったら5色でもガンガンやっちゃいます。僕自身は3色までのグラデーションペイントを見たことあるんですけど、こんなに色を使ってるのは初めて見ました。もうとにかく現代アートのようなデザイン、ペイント技術とデザインセンスが抜群にレベルが高い。もちろんね、こういうポップなカラーだけではなくてシックなデザインもやれちゃいます。こちらはリックという作品、スチールバイクらしくメタリックシルバーカラー。いや、急に普通になったなと思われるかもしれませんが、よーく見てください。まずはここ、シートチューブとトップチューブが交わる部分、これを拡大した写真がこちらです。面白いことにこことここ、よく見ると段差になってますよね。つまりどういうことかというと、トップチューブとシートステーに対してシートチューブが別体になってて、要するにめちゃくちゃ長いシートポストをフレームめがけてぶっ刺さってるような形となっています。しかもこのシートポストはまさかのカーボン製。そしてさらにこちらのモデルはコンポーネントがスラムのレッド E-TAP っていう無線式の電動変速のモデルになってるんですけど、無線なので当然文字通りワイヤーが不要なんですけど、このリックの場合は電動変速ありきでシフトワイヤーの配線用のステーすら取っ払ってしまっています。なのでフレームのデザインがめちゃくちゃスッキリしてるんですね。普通のビルダーはね、機械式ワイヤーでも対応できるようにとか汎用性考えてステードをつけたりするんですけど、そこをあえて E-TAP ありきのフレーム設計にしてしまうところ、めちゃくちゃかっこいいですね。そしてそれだけではありません。ヘッドチューブ周り、サフロンのブランドアイコンはポリッシュされたサテン仕上げで立体感のあるエンブレムとなっています。さらにこれ、クリス・キングのヘッドパーツ、いや、わかってる。クリス・キングのヘッドパーツの魅力は何といってもヘッドの回転性がめちゃくちゃ滑らか。ヘッドパーツの性能ってね、ハンドリングにめっちゃ影響するんですけど、クリス・キングのヘッドパーツはもうめちゃくちゃ快適なんですよね。そして見た目的にも黒色が入るんでアクセントにもなる。もうディティールへのこだわりが半端じゃない。全体見渡すと一見普通そうに見えてるんですけど、ところどころのディティールにこそこだわりを感じます。このロードバイクを眺めながら、なんでここはこういうデザインにしたんだろうとか、見方によってはこういう解釈もあるよねとか、バイクを眺めながら自分の中でいろいろ自問自答できる。この感覚はもはやアート作品を鑑賞に行くのと同じ感情。サフロンフレームワークスのバイクはもう一生の相棒として残りの人生を一緒に過ごしたくなるぐらい本気で大好きです。もうコスパとかどうでもいい。すべての左脳を停止して何も考えず本能のまま本気で欲しい。これほどまでに本気で欲しいと思った感情は小学生の時にミニ四駆が欲しいって思った時、あの感情に近いです。本気でいつか欲しいと思っています。はい、かなり熱くなってしまいましたが、以上、見た目がかっこいい黒森ロードバイクランキングの紹介でした。この動画によって皆さんのお役に少しでも立てれば嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。